空が青いなあ。はい、おはようございます。今日は4月の22日水曜日でございます。はい、ということで朝からピーカンで暖かくなってきております。はい、昨日、泥棒に入られましてね。はい、ちょっといろいろ私もですね、泥棒の、立場になって考えてですね、外のね窓をガラス戸をね、ドライバーで、こうぶっ刺してですね、でパリンと割って鍵のとこをチャキって上げてガラガラって入って、で下にエアコンの室外機があったんでそこに片足乗せて、そして、侵入したと、建物に侵入したと、いうことなんでございますが、ちょっと想像してみたんですよ。で夜中真っ暗で、車通りもほとんどないと、人通りもないという状況で、入ってきて、そしてこのねガラクタ、店内にある商品をこうぶつからないようにね、真っ暗ですからね、多分、ガンってぶつけたりね、私でもぶつけるんで、そーっと忍び足で、こちらまで来てね、でレジの位置が多分すぐ分かったんでしょうね。ということは知ってる人、なのかなとか、考えながらですね、いろいろ頭をね悩ましておりました、ずっと。はい。で一番何が泥棒さんにとって嫌なのかなと思った時に、夜だったら光、が、バッてついたら、びっくりするだろうし、やめるかなと。で昼間の侵入だと光をね当てたとって、あまり意味がないかなとかね。じゃあ音はどうなのかと、夜音が鳴ったら結構びっくりするんで、帰るかなと。で、昼間だと音鳴ってもさほど気にならないかなというような感じで、何が一番、抑止力というかね、泥棒が嫌がられるのかなと思った時にですね、やはり番犬とかね、犬とかいると嫌だから、入りづらいのかなとかね、いろいろちょっと考えるわけでございますよ。で対策としてね、いろいろちょっと普通では、やるようなことは監視カメラつけたりね、スポットライトつけたりするんでしょうけど、ここはね私フットラボでございますんでね、いろいろブービートラップをねちょっと仕掛けようかなと。足に、タコ糸みたいなのね、釣り糸みたいなやつをね、引っ掛けといて、でそれ触ると、何かが起こるとかね、泥棒さんにとってもあんまり、予想外のね、展開になるようなブービートラップ、ちょっとこれをね仕掛けようかなと、こう考えてるわけでございます。はい。ということで、こういうことが起きたので、いろいろ私もね考えるわけでございますよ。はい。で侵入経路、他に侵入経路ないのかなとか、ということで、あんまりね考えてもよくないんですよ。よくないんですが、しっかり対策はしとかないとねと思いまして、はい、ちょっといろいろ考えたいと思います。はい。ということで、今日も頑張ってやってまいりたいと思います。頑張るぞゲッツ。はい、それでは毎朝のモーニングルーティーンでございます。写真撮っていきたいと思います。こちら写真撮っていきたいと思います。
はい、それではさっき撮った写真をメルカリにアップしていきたいと思います。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、今日もいい天気でございまして、ただ風が強い。はい、ということで、なんかね、お客さん来たら、黄金アジの釣り船に行こうと思ったんだけど、出港ができなかったということを言ってましたんで、海の方はね、結構、荒れてんのかなと思います。はい。ということで、今日はこれからまたね、帰ってフッツラボの、タンク小屋、はい、今日はね屋根の方をやっていきたいと思います。ということで、本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。ということでドローンいたします。ドローンはい、ということでね、午後からフッツラボ帰ってまいりました。はい、ということでなんか曇り空になってきちゃいましたけども、はい、今日も水タンク小屋、はい、今日はね屋根の方をね加工していきたいと思います。ということでよろしくお願いします。人月。はい、それじゃあね、まず盛り方やり方、全部ね、一旦撤去していきたいと思います。はい、ということでね、水盛りやり方、全部ね、木枠を、四方のやつを全部取りました。はい、そしたらね屋根材を切っていきます。前は20センチぐらい出して、後ろ10センチぐらい出したいと思います。1500で切ってきます。はい、じゃあね、1500で切ってきますよ。はい、じゃあね、釘打ってきますよ。ということでね、今日は、まず屋根だるきの方から、作ってきまして、後ろ側にね傾斜を作りまして、雨が降っても後ろ側に、落ちるように、傾斜を作っていっております。はい。でそこにトタンを止めるためのね、木を組みまして、はい、でそこの上にですね、トタンを張っていこうと、そういうような感じで、準備しております。でね、上のやつが新しい木なんですけど、で下のやつが、フッツラボハウスセカンドにあった、古い木なんですが、いやー全然違いますね。やっぱね、新しい木は柔らかくございます。はい、ビスがどんどん入っていく。で古い木はね、乾燥が進んでおりますんで硬くて重いと、そういうような違いがあります。はい、じゃあね久々に、脚立アタッチメント、これね超便利なんでございますよ。片側がね傾斜があって、まっすぐ立てないような時ね、ですね、これだとですね片側だけ足を伸ばすことができるんでね、超便利でございますよこれ。皆さんね、はい、こんな感じでね、右肩下がりの傾斜なんですけど、まっすぐね脚立は立てられます。
えい。はい、これねトタン、波板ピスなんですけど、これね滑っちゃってねやりづらい時はね一回これでトンカチでいってトンカチで一回ですね叩きます。それからピスやると楽でございますよ。ということでね、屋根上にですねトタンを、かぶせますとですね、下の、押さえ木、支持木っていうんですかね、相手の木がですね、全く見えなくなるわけでございますね。はい、ですのでビスを打つ位置をですね、レーザーで、出しまして、マジックでですね、線を引いてそこのライン上でビスを打っていくと、そういうようなことをやっていっております。はい、ということでね、これね、脚立が高くて、上から力を入れてドリルを打っていくとですね、非常に楽なんでございますが、脚立が低くてですね手の位置が低いとですね、これなんかそうですけども三脚に乗ってやるとですねなかなか力が入らないということでね、結構大変なんでございますよ。はい、でね、屋根上に登ってビスを打とうと思ったんですが、なんかねどうやらグラグラしてるんですよね。はい、でまだ壁をね、張ってませんのでね、グラグラはしょうがないとは思うんですが、ちょっと登るのが怖い状況ということですね。今後ちょっとね、改善していきたいと思いますということで、はい、大丈夫ですよ。はい、ということでね、ちょっと持ってきまして雨降りそうな感じなんですが、はい、屋根が出来上がりましたということでね、水タンク小屋、はい、こんな感じでね、着々と出来上がっております。次回はねちょっと、下の基礎がちょっとやっぱグラグラなんでこれやった方がいいかなという感じでございまして、モルタル練りにしていきたいと思います。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございましたということでね、なんか一気に曇ってまいりまして、風が強くなってまいりまして、今にも雨が降りそうな感じでございます。はい、ということでね、なんとか屋根がね張り終わりましたんで、今度はね、下の基礎をコンクリートやんなきゃダメかなみたいな感じと、それとね、水道管延長させたり電気の配管やったりね、はい、ちょっとやんなきゃいけないんですが、明日はどうやら雨のようなんですよね。はい、ですので、天気見ながらやりたいと思います。はい、でね、これね、ビストタンビスやってドリルガッってねガーしちゃったんですよ。ほんとね、痛いのなんのってたまりませんが、ただね気にしません、そんなものはね。はい、ということで、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。人傑